今日は神奈川県横浜市の二俣川駅にやってきたのだ。ここは相鉄本線と泉野線が分岐する交通の要衝。神奈川県民なら免許センターがある駅として有名なのだ。近年他社路線との直通運転が始まって都心アクセスがすごく良くなったエリアでもあります。2019年に相鉄 JR 直通線、2023年に相鉄東急直通線が開業して新宿や渋谷方面も1本で行けるようになりました。横浜までは特急の最短でおよそ11分、新宿、渋谷へも直通でおよそ40分から50分ほどです。駅前も2018年に大規模な再開発が完了していて雰囲気が大きく変わったのだ。駅直結の商業施設ジョイナステラス二俣川はこの街の顔になっているのだ。免許更新で二俣川に来る方は多いでしょうが、駅周辺の景色意外と知らないんじゃないでしょうか。今日はそんな二俣川駅周辺を免許センター抜きで散策してみるのだ。それでは散策スタートです。改札を出たら目の前にドーンと見えるのが2018年開業のジョイナステラス二俣川なのだ。駅直結で見た目もおしゃれなショッピングモールなのだ。駅南口にあった旧駅ビル二俣川グリーンの跡地に建てられた再開発の象徴ですね。現在は1、2、3の3棟構成で全館合わせて117店舗が入っています。ジョイナステラス1が再開発ビルの商業棟でファッションや食品が中心、ジョイナステラス2が駅舎の上に増築された部分でレストランや雑貨が中心、そしてジョイナステラス3が2023年に新しくオープンした北口側の建物なのだ。ジョイナステラスさんはもともと相鉄ライフ二俣川という商業施設だったのをリニューアルして仲間入りしたんですね。これで二俣川駅は駅を挟んで両側に商業施設が揃ったことになります。ジョイナステラス3の2階は生鮮食品とベーカリー、3階は生活雑貨やドラッグストア、4階には約200席のフードコートがあるのだ。そして5階にはサンハートという旭区民文化センターが入っています。今日はサンハートでフラダンスの練習風景が見られました。駅直結で文化拠点があるのは便利なのだ。しかもすぐ下の4階がフードコートだから練習前後の食事も便利なのだ。駅前でこれだけ揃ってると日常の買い物には困らないだろうね。まずは北口側から散策していくのだ。ジョイナステラスから続いているペデストリアンデッキ、これがドン・キホーテまでつながっているのだ。ここのドンキは2010年にオープンしています。駅直結でジョイナステラスとドンキが両方使えるのは便利だね。ニトリやヤマダ電機も入ってるし、ジョイナステラスに負けないぐらい便利そうなお店になってるのだ。そしてドンキを通り過ぎたところにフォルテ通りの入り口があります。フォルテ通りは二俣川銀座商店街の愛称なのだ。北口から免許センター方面へ伸びる商店街なのだ。大通りから1本入った道だね。裏道っぽいけど通りはきれいに整備されています。交通量もこの日はほとんどなかったのだ。静かで歩きやすい通りなのだ。お店の数はそこまで多くないかな。でもよく見るとドラッグストアやカラオケ、飲食店、クリーニング店とか地域で必要なお店はちゃんと揃ってるんだよね。何より駅前にドンキとジョイナステラスがあるから大型店で足りない細かい買い物をここで補える感じなのだ。生活商店街としてちょうどいい規模感ですね。商店会はフォルテ祭といったイベントも開催していて地域コミュニティとしても活動的みたいですね。フォルテ通りを出たところにあるのが対流飯店なのだ。ここから5分ほど歩くと免許センターがあるので駅と免許センターの中間地点ぐらいの場所なのだ。創業50年の老舗町中華です。トラビスジャパンのミュージックビデオ撮影にも使われたことがあるお店だそうですよ。この日も店主さんが女性のお客さんに熱心に説明していました。店内は広くてゆったりしててザ・町中華って感じなのだ。レジの壁には有名人のサインがたくさん飾られてたのだ。メニューにおすすめって書いてあったのでネギチャーシューチャーハンセットを注文しました。チャーハンにはネギとチャーシューがたっぷり、自家製の食べるラー油を使っているそうです。いただきます。おいしい。食べるラー油のしょっぱさと強めの胡椒が効いてて美味しいのだ。それに何よりセットのラーメンがめちゃくちゃ美味しいのだ。普
通の醤油ラーメンかと思ったら全然違って、スープがかなり独特の味がするのだ。おそらく鶏ガラベースの醤油かな。素朴というよりしっかり個性を感じる味わいです。固めの中華麺も好みなのだ。ラーメンとチャーハン、どっちも独自性の強い味付けで、似たようなのは食べたことないのだ。シューマイも美味しかったです。ボリューム満点で満足度高いですね。ボリューム満点というか、めちゃんこ多いのだ。チャーハンを半分食べたところでお腹がいっぱいになって絶望するほどなのだ。なんとか食べきれました。ラーメンがすごく気に入ったのだ。チャーハンがおすすめって書いてあったから注文したけど、ラーメン単体の方が好みだったかもしれないのだ。次来るときはラーメンと餃子の組み合わせもいいかもね。大流飯店を出て、今度はフォルテ通りの隣の大通りを歩いて駅へ戻るのだ。ここは免許センターへ向かうバスが通る道ですね。反対側へ登っていけば免許センターへたどり着きます。この辺りは再開発の影響は少なさそうなのだ。以前からの二俣川の街並みって感じなのだ。もともと二俣川駅周辺は昭和の頃から交通の要所でした。1926年に駅が開業して、1976年には泉野線が開業。相鉄本線と泉野線の分岐駅として発展してきました。相鉄線の全列車がここを通るから、沿線の中でも中心的な駅になってるのだ。2018年にジョイナステラス二俣川ができて、駅前の雰囲気も一気に変わったのだ。ちなみに二俣川という地名は、片平川と二俣川という2つの川の合流点だからという説や、川の分岐点だからという説などいくつかあるそうですよ。川の二俣から来てるんだね。でも今は駅の下を流れる川は暗渠になってて見えないのだ。1989年の駅改良工事で暗渠化されたそうです。そして2023年には相鉄東急直通線も開業して、渋谷や目黒へも乗り換えなしで行けるようになりました。駅の南口側に到着なのだ。免許センター目的の人は基本的に北口を使うので、二俣川駅に来たことはあってもこっちの景色を知らない人は多いんじゃないでしょうか。南口について真っ先に目につくのがタワーマンションがドーンなのだ。それにバスターミナルに左手側はジョイナステラスさんがあります。開けていてとても気持ちがいい場所なのだ。そして横断歩道を渡ったところにあるのが西友です。駅を出てすぐですね。西友にはケンタッキー、島村、小島も入ってるのだ。屋上にネットがついてるから、バッティングセンターかゴルフの打ちっぱなしかなって思ってたんだけど、これマリノスサッカースクールとテニス教室だったのだ。駅直結のジョイナステラス、北口にはドンキ、そして南口には西友。これだけ揃ってれば日常生活の買い物で困ることはなさそうです。食品はジョイナステラスか西友、日用品や激安商品はドンキ、ファッションや雑貨もジョイナステラス、家電は小島と山田って感じで使い分けできるのだ。北口の発展しつつも雑多で活気がある感じとは違って、南口側は広い歩道に街路樹も植えられていて、かなり上品な街並みになってます。歩道が広くて歩きやすいのだ。でもここから先はずっと上り坂なのだ。この坂を登っていった先に牧ヶ原中央商店街と子ども自然公園があります。牧ヶ原中央商店街の入り口が見えてきたのだ。駅から徒歩9分ほどですね。約100メートルの商店街でアーケードがついています。入り口からシャッターが目立つのだ。ちょっと寂しい雰囲気かなと思ったけど、でも歩道は綺麗に整備されてるし、屋根もついてる。それに陽気な BGM が流れてました。そのおかげかあまり物悲しい気持ちにならないのだ。事前調査だと昭和レトロな雰囲気が漂う商店街ってことだったんだけど、閉まってるお店が多くて何とも言えない感じなのだ。駅から微妙に距離があるのと、坂を登った先っていうのが厳しそうだなって思いました。声優の存在も大きそうです。商店街は短くてすぐ終わっちゃったのだ。アーケードを抜けるとすぐ住宅地に変わります。この短い距離の中にかつては日用品のお店や飲食店が並んでいたそうです。商店街を抜けてからは今度はずっと下り坂なのだ。帰りはこれを登るんだよね。考えたくないです。駅から徒歩15分ほど歩いて
子ども自然公園に到着なのだ。別名大池公園とも呼ばれてるのだ。横浜市最大級の面積約48ヘクタールの自然公園です。公園の中心にある大池は江戸時代中期に灌漑用水地として作られたと伝えられています。天明の大飢饉の際にはこの池の水と魚が多くの人々の飢えと渇きを救ったらしいのだ。当時は元宿の大池として親しまれてたそうなのだ。公園は昭和43年から整備が始まって昭和47年に開園しました。もともとは相模鉄道から寄付された土地をもとに市が隣接地を買収して作られたんですね。入ってすぐにドーンと広がる大池が綺麗なのだ。池の面積は約6600平方メートルもあるのだ。池の周りには散策路があってのんびり歩けます。道が広いので気持ちよく歩きながら景色を楽しめますね。園内は想像よりもずっと広かったのだ。ピクニックする場所としてちょうどいいと思います。四季折々の景観が楽しめるそうで、特に梅林や桜山は花の季節に多くの人でにぎわうそうです。野球場もあるのだ。軟式野球とソフトボールができるみたいなのだ。今日はバードウォッチングしてる人もいましたね。カメラを構えてじっと木の方を狙ってました。自然が豊かだからいろんな野鳥が見られるのだ。園内には砦の森という大型遊具もあります。小学生以上を対象としたアスレチック要素満載の冒険遊具で、長いローラー滑り台が特に人気みたいです。それに牧ヶ原ちびっこ動物園もあるのだ。モルモットやニワトリなどの小動物がいて入園無料なのだ。家族連れでもデートでも日々の散歩でもいろんな人が使い勝手のいい公園だと思います。二俣川駅にこれだけ広くて自然豊かな公園があるのは発見だったのだ。駅前の利便性と自然環境が両立してる街だなって実感しました。この公園だけでも30分以上歩き回っててクタクタです。涼しくなった季節でよかったのだ。夏だったらもっと大変だったと思うのだ。公園の帰りに牧ヶ原中央商店街にある喫茶店に寄ろうと思ってたのだ。喫茶昭和堂ですね。昭和レトログッズが店内にあふれる個性派喫茶店だそうです。でもこの日は残念ながらお休みだったのだ。楽しみにしてたからショックなのだ。また機会があれば来てみたいですね。仕方ないので駅に戻って西友に入ってるイタリアントマトで休憩するのだ。公園の散策と帰りの上り坂でクタクタでした。アイスピーチティーを注文したのだ。初めて頼んだけどこれ美味しいのだ。冷たさと桃のほんのりした甘さが心地いいね。疲れた体に染みます。ごちそうさまでした。今回二俣川駅周辺を散策してみて一番驚いたのはジョイナステラスがすごく現代的でおしゃれだったことなのだ。駅直結であのクオリティの商業施設があるのは魅力的ですよね。2018年の再開発で二俣川駅のイメージが大きく変わったと思います。免許センターのイメージしかなかったけど駅前が先進的な外観になっててびっくりしたのだ。北口にはドンキ、南口には西友、そして駅直結のジョイナステラス。食料品から日用品、ファッション、家電まで駅前で全部揃います。住んだらかなり便利な街だと思いました。それに徒歩15分圏内に横浜市最大級の自然公園があるのも贅沢なのだ。都会の利便性と自然環境が共存してるのだ。相鉄本線と泉野線の分岐駅で横浜駅まで特急で11分。2023年には東急直通線も開業して新宿、渋谷、目黒へも乗り換えなしで行けるようになりました。通勤・通学にも便利な立地ですね。でも一つだけ残念なのは北も南も坂道なのだ。そうなんだよね。北口から免許センター方面は緩やかな上り坂、南口から商店街や公園方面も上り坂。駅が谷にあるのでどっちに行っても登ることになります。二俣川いいなって思うたびに坂がって思っちゃうのだ。でも駅前の便利さを考えるとそれを補ってあまりある魅力があると思います。お店も結構あるし人並みもそこそこでちょうどいい発展の仕方をしてる街って印象を受けました。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。
動画作りの励みになるのだ。